みんな、済んだもんだよ。今日は、みんな大好き、なんだかワクワクしちゃう国、オーストラリアについて、とっておきの情報をお届けしちゃうのだ。オーストラリアって言ったら、やっぱり暑い国でしょって思ってるそこのあなた。実はね、オーストラリアの山脈って、冬になるとスイスアルプスよりもたくさん雪が降ることがあるらしいのだ。意外すぎるにも程があるでしょ。今日はそんなオーストラリアの驚きのニュースを3つピックアップしてきちゃったのだ。中でも特に注目なのが2つ目のニュースなのだ。ジェラルドンで家屋を全焼させた山火事、警察が子供たちを訴追という記事なのだけど、西オーストラリア州ジェラルトンで子供たちが原因で起きてしまったのびで、なんと家が全焼してしまったのだ。警察によると、男の子4人が関わっていたらしくて、うち2人は少年司法チームに紹介され、火の取り扱いに関する法規違反で起訴されたのだとか。一度消火された火が天候の影響で再燃して、家を失った住民の方もいるという、とっても悲しいお話なの。こんな驚きと、ちょっとドキッとしちゃうニュースもあるけれど、みんなで一緒に見ていくのだ。もしこの動画が気に入ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録、よろしくなのですよ。それじゃあ、本編へレッツゴーなのだ。広大な海に囲まれた、南半球に浮かぶ大陸、オーストラリアなのだ。首都はキャンベラ。かつてはイギリスの植民地だった歴史を持ち、今は立憲君主制をとる連邦国家なのだ。人口は約2600万人。広大な大地には、独自の進化を遂げたユニークな動植物たちがたくさんいるのだ。主要産業は工業や農業、そして観光業。広大なアウトバックや美しいビーチ、そして多文化が息づく都市の数々は、世界中から人々を魅了しているのだ。近年では、環境保護や先住民文化の尊重も、ますます注目されているトピックなのだ。一つ目のニュースなのだ。ネットフリックス、ワーナーブラザーズのスタジオとストリーミングサービスを1080億ドルで買収へ、という記事なのだ。ネットフリックスがワーナーブラザーズの映画、テレビスタジオとストリーミングサービスを1080億ドルで買収するのだ。これにより、ビッグバン、セオリーやゲームオブスローンズといった人気作品がネットフリックスのラインナップに加わるのだ。この取引は12ヶ月から18ヶ月で完了する見込みなのだ。ネットフリックスはこれにより提供サービスが向上し、数十年先まで事業が加速すると期待しているのだ。この買収は強力な反トラスト規制の審査に直面する可能性もあるのだ。2つ目のニュースなのだ。ジェラルドンで家屋を全焼させた山火事、警察が子供たちを訴追という記事なのだ。西オーストラリア州ジェラルトンで子供たちが火をつけてしまったのびで家が全焼してしまったのだ。警察によると男の子4人が関わっていたのだ。うち2人は少年司法チームに紹介され、火の取り扱いに関する法規違反で起訴されたのだ。この火は一度消火されたものの、天候の影響で再燃し、家を失った住民もいるのだ。3つ目のニュースなのだ。EU、マスク氏の X に SNS 法違反で2億1000万ドルの罰金という記事なのだ。イーロン・マスクさんの SNS プラットフォーム X が EU のデジタル規制に違反したとして約210億円の罰金が課せられたのだ。EU はこの違反がユーザーを詐欺や操作にさらす可能性があると指摘しているのだ。具体的には X の青いチェックマークの表示方法や広告データベースの透明性、研究者へのデータアクセス制限などが問題視されたのだ。これは EU のデジタルサービス法 DSA が施行されて以来初めての批准許決定なのだ。オーストラリアのニュースと世界のビッグニュース、みんなチェックしてくれたかな？済んだもんもびっくり。ネットフリックスの巨大買収に X への罰金、そしてワイルドなオーストラリアでは火事のニュースもあったのだ。
これからもいろいろな情報をお届けするから、また見てくれると嬉しいのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど、本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。